今日は富士メディアホールディングス、富士テレビの親会社ですね。こちらの方、今株価ね、トランプ関税ショックでですね、全面安だった時もですね、なぜか富士メディアホールディングスだけはですね、どっぽ高といってね、独立してこれだけ上がってるというような状況。で、今も今日もですね、3100円台で終値つけておりますが、僕がね、こんな話を言い出してからかなり株価上がってるんで、あの頃買った人たちはもうすでにかなり含み益を抱えていると思いますけれども、重要な3月末のですね、議決権行使できる権利は、この動画を見ている方々はですね、皆さんお取りになられたのかもしれません。と思います。その前に売っちゃってないと思うんですけれど、どうなんでしょうか。私はもう本当ガチをしておりますので、大した額ではないですけれども、私が買える範囲でですね、株買っておりますが、ここに来てですね、会社側のまず取締役提案、5人の社内取締役と6人の社外取締役、合計11名を提案するということで、長いこと富士メディアホールディングスに君臨していた日枝久さんが、取締役を退任されるということで、一定の評価はあったわけですけれども、やはりですね、日枝さんが会長社長だった頃のですね、部下の人たちが残っているということで、あまり信用されてない部分がある。ただ、日枝さんが退任するということで、そこは評価されるんじゃないかということで、特にですね、東宝だったりとか NTT ドコモだったりとか、そういったですね、キッコーマンだったりとかですね、文化放送、含めてですけれども、そういったところがですね、もしかしたら今の会社が提案に乗るんじゃないかというふうに言われておりますが、その辺表読みが微妙だということはですね、以前の動画でもお話をしておりましたけれども、ここに来てですね、ダルトンインベストメンツがですね、新しい社外取締役候補を出してまいりました。元フジテレビのアナウンサーの方であったりとか、結構すごいいいなと思ったのは、スタートエンターテインメント、旧ジャニーズ事務所を引き継いだところの福田さんが入っていたりとか、彼はですね、能年瑠奈ちゃんですね、のんさんですね、プロデュースなんかもやられているということで、芸能界のこともよく知られていて、しかもそういった、難しい債権案件にも関わられているという方なんかが入っていたりとかですね、SBI の北尾さん、そして北尾さんと仲いいですね、ネクシーズの近藤さん。近藤さんも結構メディア事業に結構関心があられるようなので、どちらかというとそっち方面で入られたみたいなんですけれども、あとダルトンの代表と日本の代表の方などがですね、ノミネートされているということで、私の名前がないじゃないかってことをですね、すごく言われているんですけれども、その提案は私がするわけではないんで、以前からそういった話はしていたと思うんですけれども、選ぶのは保有のね、期間が1年以上だっか半年以上だっか、ある程度の期間ですね、保有してないとですね、そもそも株主提案権って持てないので、私が提案できるわけでもなく、決めるのはダルトンということで、おそらくなんですけれども、私、富士メディアホールディングスの取締役ってなるとですね、多分、東京証券取引所が嫌がるとかですね、他の取締役候補の人が嫌がるとかですね、いろいろ多分、私かなりハレーションを起こしがちなですね、目立ちすぎるとかですね、いろいろあると思うんですけれども、あんまり僕がいるとですね、僕に票が集中しちゃうかもしれないんで、わかんないんですけど、諸事情あって、富士メディアホールディングスにホリエモンやばいよね、みたいな判断をされたんじゃないかなっていうふうに思います。ただですね、基本的にダルトン含めてですね、村上ファンドとかもそうだと思うんですけれども、基本的に高値売り抜け、もっとね、低い株価で株は買い集めていると思いますので、今の株価水準でも彼らは儲かると思うんですけれども、それ以上のリターンを狙ってですね、株主を完全に刷新することができれば、彼らを売り抜けて、ダルトンも村上ファンドも多分いなくなると思うんですね。そうすると、個人株主の方々が大半になって、その人たち、会社分割するのか、不動産の会社とメディアの会社分かれるのかもしれませんし、政策保有株なんかはもう売っちゃって自己株買いなんかもやっちゃったりとかおそらくすると思うんですけれども、その後残ったメディアの会社の株を、だから富士メディアホールディングスそのものはですね、不動産の会社としてもしかしたら、残っていって、メディアの会社がスピンオフされるみたいなことも十分考えられるのかなというふうに思っておりまして、そこに関してはですね、北尾さんがですね、ブログで書かれていたようにですね、我々がもしかしたら関わってくることも可能性としてはあるのかなと。そんな形で、富士メディアホールディングスはとりあえず、そういう固い人たちで固めておいてですね、不動産事業の処分だったり、政策保有株の処分だったり、会社の統廃合であったりとかですね、様々なことをやって
言いつつですね、メディアの経営はまた別である。実際彼らがメディアの経営ゴリゴリやれるかっていうとそういうわけでもないと思いますし、これからの時代ですね、IP ビジネスだったり、サブスクビジネス、こういったものに造形がある程度ないとですね、ちゃんとやっていけないのは明白なので、そういったところが強い人物、私も含めてだと思うんですけれども、リストアップされて取締役としてノミネートされる可能性は十分あるかなというふうに思いましたということで、今回は富士メディアホールディングスの、今度の株主総会に向けてのですね、動きについて解説させていただきました。いってらっしゃい。